こんにちは。日本語マスターへの道へようこそ。ナビゲーターのゆうきです。こんにちは、あいみです。このポッドキャストでは、皆さんの日本語学習がもっとスムーズに進むような、ヒントをお届けします。さて、あいみさん。はい。日本語の勉強を始めるとき、多くの人が最初にぶつかる壁って何だと思いますか？やっぱり文字ですかね。特にアルファベットに似たローマ字があるから、うん。それで勉強を続けちゃおうかなって思う人は多いかもしれません。まさにそこが今日のテーマです。結論から言うと、日本語をマスターしたいなら、はい。できるだけ早く、ひらがなとカタカナを覚えることがもう絶対に不可欠なんです。ローマ字って便利に見えますけど、うん。実は落とし穴なんですよね。テキストにもありますが、そうですね。そもそも日本語に英語の読み方っていう概念がないんです。ローマ字はあくまで日本語じゃないですから。そうなんです。ローマ字は、例えば中国語学習で使うピン音とは全く役割が違って、ほう。日本の子供たちって音を理解するためにまずひらがなを習うんですよ。ええ、ええ。ひらがなこそが日本語の、フォネティックシンボルズ、つまり音を表す記号なんですよね。日本人がロー文字を本格的に習うのって本当にずーっと後になってからで、そうそうそ主にパソコンで文字を打つ方法として学ぶだけなんですよね。だう。から日本で生活する上ではあんまり使い道がないというのが現実で。その通りです。例えば僕の名前はゆうきですが、これをローマ字で書くとゆきになりますよね。あ、それって短い音の雪っていう女性の名前もそう。ローマ字だと同じ雪になっちゃいますね。勇気と雪では超音のあるなしで全然違うのに。そうなんです。こういう大事な区別がローマ字だと全部消えてしまう。うーんそれに日本人にローマ字で書いたメモを見せてもなんかパッと読めないことが多いんです。なるほど。タクシーの運転手さんに Sorry, no English って言われちゃうなんてことも。なんか英語をカタカナで I don't know って書くようなものっていうや例えばすごくわかりやすいんですよね。ですよね。それだといつまで経っても正しい発音って身につきませんし、はい。ローマ字に頼っちゃうと後から発音を直すのにすっごく苦労することになるんです。じゃあどうすればいいのか。ここが一番大事なポイントですけど、うんうん。まずひらがなとカタカナは絶対に同時に覚えないこと。ごちゃ混ぜになっちゃいますから。おすすめのステップとしては、まずひらがなから。ですね。だいたい2、3週間ぐっと集中すればきっとマスターできます。うん。それで8割以上は覚えたなって自信がついたら次にカタカナに進みましょ確かに最初はちょっと大変かもしれません。でもこれって今は日本語へのパスポートを手に入れるようなものなんですよ。う。おここで良いスタートを切れば、その後の学習がもう驚くほど楽になりますよ。本当にそうですね。基礎がしっかりしていればどんどん先に進めますからね。それでは最後にリスナーの皆さんに一つ質問です。はい。あなたが今までこれは遠回りに見えて実は近道だったと感じた学習経験は何かありますか？ぜひ考えてみてください。また次回お会いしましょう。